自分自身のね身はね自分で守らなきゃってことでめちゃめちゃ緊張してきました。熱がねしんどいって感じですね。普通に辛かったです。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆたです。タイトルにもあります通りコロナウイルスのねワクチンを打つことにしました。はい、今回はね1回目で種類はねアストラゼネカになります。今ねシドニーはロックダウン中でして、6月ね末から始まったんですけど、ついね昨日発表がありまして、さらにねもう1ヶ月延びるということで9月末までになってしまいました。でね、ワクチンの話をすると、今現在ねオーストラリアで、使用されているワクチンはねファイザーとアストラゼネカになるんですけども、ファイザーはねまだね原則40歳以上の人しか受けられなくて、9月頃からね僕の年齢でもおそらく受けられるようになるんですけども、予約がねすぐに取れる保証もなくて、いつになるかねわからないみたいなんです。対してアストラゼネカの方は今現在18歳以上のね人はね受けられるようになっているので、それをね今回僕は受けに行きたいと思ってます。でね、なんで打つことにしたかっていうと、一番大きいのはね、最近、友人がねデルタ株に感染したっていうのをね知りまして、話をね聞いたんですよ。そしたらもう、すごくね、コロナが今まで他人事だったのが自分事になって恐ろしさがね襲ってきまして、今ね僕は海外に一人でいるじゃないですか。でね、それでねかかって重症化でもしたらねどうなるんだっていうのをね考えた時にめちゃめちゃ怖くなってきて、はい。でね、自分自身のね身はね自分で守らなきゃってことで、そのためにね、できることは、すぐにでも、ね、しておかなきゃってことでね、ちょっといつになるかわからないファイザーをね待つよりもすぐに打つことができる、アストラゼネカを打つことに決めました。アストラゼネカもね重症化回避率っていうのはね、なかなかまあまあだってことを聞いたんで、はい、いろいろ調べてね、まあいろいろ不安もあるんですけども打つことにしました。あともう一つはね、僕がねオーストラリアに入れる時間を限られているってことです。はい、いざねロックダウンが終わって、どっかにね自由に動こうとした時にワクチンがね打ってあったらもしかしたら自由に動けるかもしれないので、そういうことも考えて、できるだけね早めに打っておこうと思ったところもあります。はい、という感じでね、副反応とかねいろいろ気になるところあるんですけども、これからね打ってね経過等を報告していきたいと思います。はい、それでは行ってきます。はい、これが僕が予約した接種会場の病院ですね。めちゃめちゃ緊張してきました。予約時に発行された QR コードとパスポートを見せて受付を済ませ、病院の中のコロナワクチンの部屋に誘導されまして、でそこで担当の人からの質問、予約時にも答えた質問ですねに、コードで再度答えまして、そしていよいよ任意のね腕に注射といった流れでした。同時にね4人が受けられるようなシステムになっていたように思います。僕の目視だけなので何とも言えないんですが、やっぱり、ファイザーをね受けに来ている人の方が多い印象でした。接種時にはねなんか水とねティムタムももらいました。はい、美味しくいただきました。注射自体はね一瞬で、受け終わったら待合スペースに通されて15分ほど様子を見た後、チェックアウトといった感じでした。はい、というわけでね打ってきました。これつけっぱなしだなというわけでね打ってきましたよ。これね打ちました。15分のね経過を経て今外に出てきたんですけど、今のところなんともない感じです。打った瞬間もねチクッとしただけで、なんか普段の注射よりもむしろ痛くないんじゃないかっていうぐらいでした。はい、これからねどんな、影響が出てくるのか分かんないですけども、ちょっとね経過をね見守っていきたいと思います。はい、今ね、接種から24時間以上が経過しました。はい、昨日寝る前まではね全然、余裕だったんですけど、寝てね、朝起きたらちょっと熱っぽいなっていうので測ったらね36度7分37度かちょっとあって、でね今測ってみたらもっと上がっててね38度1分かなんかになってたんで、はい、そんな感じです。熱がねしんどいって感じですね。はい、ずっと、寝てました。今ねようやく鎮痛剤飲んだんで、この状態でね良くなることを待ちたいと思います。はい、接種からねだいたい
48時間が経過いたしました。はい、昨日のね24時間の時点では、熱がね38度ぐらいあったんですけど、そこからね解熱剤を飲んだら、熱は下がって、そこからね37度ぐらいの、ちょっとした微熱ですねの状態で、夜を越えて、今朝に至ったという感じです。はい、で、他のね副反応としては、この打ったところがね、ちょっと痛いので、上がりはするんですけど可動域がね狭くなってるっていう感じです。はい、で食欲とかは普通にあって、はい、昨日もねしっかりご飯を食べて、寝たって感じですね。はい、ということで、まだね本調子ではないんですけど、だいぶね、昨日とは違って、普通にね生活はできるようになりました。はい、48時間の経過はこんな感じです。はい、接種からね、72時間が経過しようとしております。現在の時刻は1時32分、火曜日ですね。はい、でね、ようやく今朝、平熱に戻りまして、起きたらですね、結構目覚めがすっきりとしていまして、ようやくね通常のね生活に戻れるかなといった感じになりました。まだね3日目なので、実際ね将来どんな影響が出てくるのかっていうのはわからない状況なんですけども、とりあえずねワクチン接種後3日間のね様子はこんな感じでしたというところです。僕はね1年に1回か2回ぐらいね熱が出まして寝込むことがあるんですけども、その時とね同じように、普通に辛かったです。はい、事前にねスポーツドリンクとか、食べ物とかね準備をすることはできていたので、そういった意味ではね不意の病気とは違って対策はできていたので安心だったっていうのはあるんですけども、それはね置いといて普通に辛かったです。週末にねオーストラリアの首相がコロナのね感染者ゼロっていうのはねもう諦めて一緒に生きていきますっていうようなね宣言をしたようで、今後ねますますワクチンを打っていきましょうっていうようなねことになっていくと思うんですけども、やっぱりねリスクのあるって言われてるねちょっとよくわかんないものを体に入れるっていうのは怖いですよ。はい、なんでねワクチンを打ちたくないっていうね方の意見はすごくわかりますし、それはそれでね、尊重したいなと思ってます。僕の場合はね僕の現在の状況とか、周りのね状況っていうのを考えた上で今回はね打つっていうことにしただけなので、あくまでね僕個人の、経験として動画に残したということだけなので、ふーんっていう感じでね、気軽に見てもらえたら嬉しいです。まだまだシドニーはね、9月末まで、ロックダウン中で、その後ねどうなるかっていうのもまだ全然わかんない状態なんですけども、僕はね、ロックダウンが明けたらいよいよねオーストラリアの方を旅して回っていけたらと思ってますので、それまでねいろいろ準備をしていきたいと思っています。というわけで今回の動画は以上になります。まだの方はねぜひチャンネル登録とかね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆたでした。バイバイ。